九州大学の古川でございます。よろしくお願いいたします。それでは、九州大学における、学術研究産学官連携支援の取り組みについて、学術研究産学官連携本部の古川からご説明させていただきます。学術研究産学官連携本部、愛称はですね、エアアイマップと呼びますが、その遠隔について、次にご説明申し上げます。国の産学官連携の強化の施策としましては、1987年から各国立大学に共同研究センターが設置されてまいりました。その後、2003年から大学の知的財産本部創設になりまして、2008年からその後継の大学と産学官連携技術化促進プログラムが始まっています。その後、2011年にリサーチアドミニストレーターを育成確保するシステムの整備、2013年、現在も進んでおりますが、研究大学強化促進事業が始まっています。九州大学では、このような国の産学間連携強化の施策を受けて、産学連携研究支援組織を整備してきております。1994年には、先端科学技術共同研究センターを設置し、産学間連携営農機能を整備しています。また、1999年です。技術移転推進室を設置して、発明の知的財産の権利化、管理機能を整備しています。また、2000年には、旧大 TLO を設立いたしまして、知的財産のライセンス機能を整備しております。また、2002年には、研究戦略企画室を立ち上げまして、研究戦略企画の機能を整備しております。また、2004年、法人化になりまして、組織対話型連携、包括的連携を開始いたしまして、それによって共同研究、プロジェクト管理機能を整備しております。また、2006年には、事務機能である受託研究と共同研究の機能を本部に取り込みまして、研究契約の機能を強化しております。また、2008年には、本部内に国際産学連携センターを設置いたしまして、国際産学連携のリエゾン機能を整備しております。また、2012年には、学術研究推進支援機構を本格稼働させまして、競争的な研究資金の機能を整備しております。また、2016年、本年ですが、本部内にベンチャー創出の推進のグループを設置いたしまして、ベンチャー創出の支援の機能の強化を図っております。今申し上げた産学連携、学術研究の支援の機能を、現在、IMAP はほぼ引き継いで、このような1グループで今、業務を推進しているところでございます。研究支援の実績でございます。これは、科研費でございます。平成22年から、件数につきましては、順調、堅調に推移しております。平成27年度、速報値としましては、1983件ということになっております。また、右側は、科研費の総額でございます。現在、速報値で53億という数字が出ております。ちょっと星が早く出ましたが、現在、その星のところは、昨年度ベースにならしますと、少し、昨年よりちょっと順位を下げて、名古屋大学1人になってますので、ちょっとこのところは少し、今年度は弱くなっているかなと思います。これは、共同研究と、あと、組織連携でございます。この件数につきましても、平成22年から順調に推移して、大体700件弱で推移しております。平成27年度、速報値で740件ということで、数値はご覧になっております。ただ、額としましては、28億ということで、昨年より1億円しか増えてないということで、額についてはそれほど増えてないと思います。それで、件数にしましては、昨年度と同じ、ところに行きますと、大体、同じぐらいの順位かなというところです。また、この共同研究を、押し上げるために、平成、15年から始めた組織対話で連携につきましても、
堅調に推移して、現在のところ、平成27年につきましては、8件で、大体、収入ベースで、共同研究は6億、自宅研究は3万ぐらいとなっています。また、平成23年に始まった、組織連携をベースとした共同研究部門につきましては、平成27年度で15件ということで、累計で15件になっています。これにつきましては、受託研究と特許のライセンスでございます。件数につきましては、堅調に推移しておりますが、平成27年度速報値で823件ということで、100件以上の伸びを示しております。受け入れ額、右側ですが、これにつきましても、速報値で100億円を突破しております。昨年度が大体63億ですから、大幅な伸びを示しております。これを昨年度の比較でしますと、大体名古屋大学において5位あたりかなということでございます。ここは特許のライセンスでございます。特許のライセンスもここ3年5000万ぐらいということで推移しておりましたが、今年度速報値で1億円を超えて1億3000万になります。これを昨年度の順位で見ますと、大阪大学とほぼ並んで、このライセンスについては倍増で非常に検討しているかなと思います。今申し上げましたのは、各大学もそれなりに努力しておりますので、多分順位については、今このようですが、各大学の数値も上がってくると思いますので、そこのところは割り切っていただければと思います。それで、これが共同研究部門の今、一覧になっております。今、15件ございまして、工学研究員、学研究員をベースに、今、各部局に広がっていっているというような状況でございます。これからは、さらなる発展に向けての将来構想について少し説明したいと思います。現在、学術研究産学官連携本部、今説明していますのが、ミッションとして学術研究産学官連携の推進ということで、8つのグループで活動しております。また、産学連携ということで、関係する組織として、ロバート・ファン・アントレプレナーシップセンターがございます。このミッションは、アントレプレナーシップ関連の教育及び研究、あとベンチャービジネスの法がとなるべき独創的な研究開発の支援になっています。また、産学連携ということで、産学連携センターでございます。ここは、ミッションとしましては、産学間連携推進ということで、3つの部門で活動しています。また、九州大学ではありませんが、子会社である産学連携機構九州は、産学連携の推進をミッションとして動いております。現在、課題としましては、今、申し上げただけでも、九州大学に産学連携というキーワードの部署がいくつもあって、非常に学内のから見て分かりにくい点がございますが、まず1つ目の課題としましては、この産学連携センターがもう平成6年に立ち上げまして、もうその当時は産学連携というのはまだ、あまり、耳慣れないことだったんですけれども、センターの設置以来、このセンターがそういう産学連携を普及するということについては、もう一定の寄与を果たしたということで、そのミッションはすでに達成しているというのが課題でございます。次の形としてどのように持っていくかというのが課題でございます。もう一つとしましては、この産学連携センターの教員がいつもの組織に兼務することによって、学内外から見て非常に九州大学の産学連携の組織が分かりづらくなっているというのがあるかと思います。もう一つの課題としましては、今、ベンチャーの推進が謳われていますが、ベンチャーの推進の創出、育成を図る産業本部と、それから教育を行うロバート・フォン・アントレプレナーシップセンターの方が、必ずしも緊密な連携を取れてないということがあります。この3つを解決するために、現在、この4つの組織がございますけれども、産学連携機能の整備統合、あと、国際展開、あと、実用化基礎研究の推進、機能の整備、あ
あとベンチャー教育と支援機能の連動ということを掲げまして、今後計画としましては、この4つの組織を産学連携センターの研究の方に関しましては、実用化研究基礎研究の推進をするセンターに生まれ変わらせる。あとは、この産学連携の旧大の機能の中で、学術研究産学間連携本部を、学術研究産学間連携の中核的推進の組織として位置づける。また、ロバート・ファン・アントレプレナーシップセンターにつきましては、この本部との緊密な連携のもとに、例題通りアントレプレナーシップ教育の推進に当たる。また、子会社であります株式会社産学連携高級九州につきましては、産学間連携を比較的に進めてまいりましたが、知的財産の権利化、ライセンスが特徴的になる組織のやるようにですね、改めていくということが今後の計画になります。そのことによって、九州大学としましては、学術研究産学間連携のワンストップサービス化をますます図っていきたいと考えております。今申し上げました、グローバルイノベーションセンター GIC センターの設置構成について簡単にご説明します。企業と、教育との連携は進んでまいりましたが、業界団体としましては、業界としての、基盤技術ニーズがございます。また、大学としましては、最先端の研究シーズが九州大学はたくさん抱えております。その中で、業界団体、あと、大学、あと行政、あと、海外大学を踏まえて、大きな環境の中で領域ごとにですね、情報交換できる場を、設定をしたいと思っています。これ、産学連携センターの、原田教授の発案で、こういうモデルというのを、まずは設置しまして、このことによって、実用化基礎研究を展開していきたいと考えております。このことによりまして、業界団体としましては、将来技術の潮流及び新しい産業の展開可能性に関する情報の取得、あと世界レベルでの、事業競争力の強化、あと新しい基幹産業の創出につながると考えております。また、大学としましては、産学間連携領域の拡大、あと異分野融合研究の促進、国際的な産学連携の拡大、それによって国プロ等の拡大にもつながると考えております。こういうふうな具体的な検討に至る調整を、こういう意見交換の場を経まして、個別のプロジェクトの調整にあたって、最終的には、実用化基礎研究の推進を共同研究、国プロベンチャー創出などによって実現していきたいと考えております。もう一つは、ベンチャー創出支援機能の強化でございます。起業家関連教育としましては、今、九州大学におきましては、基幹教育員が、意識醸成に関する教育もしておりますし、あと、ロバート・ファン・アントレプレナーシップセンター、キューレックが、プログラム等でアントレプレナーシップ教育をしております。その他、QBS、BB プログラムがリーダー教育を展開しているというところでございます。一方、学産本部としましては、学内の、研究者が、研究したものの中で、有望なものに関して、現在のところ、それを権利化して、1台のライセンスを、特化してやっておりますが、今後については、新しくベンチャー創出推進グループを4月から設置しておりますので、ベンチャーに向きな、1台に関して、発掘いたしまして、それを、大学独自のファンディングにやって育てて、その他に、学外のですね、地図の獲得支援なんかも行っていきたいと思っています。その先には、QB キャピタルさん等との協力によって、ギャップファンド、あと事業化推進などのファンディングによって、大学ベンチャー、シーズベンチャーを、創出を導入していきたいと思っています。それで、今後につきましては、この教育と、ベンチャー支援を別々にやってきたんですが、先ほど申し上げました組織改編などを通じて、企業関連、教育と支援機能の連動を図っていきたいと思っています。また、九州大学には数多くの、起業家と、事業、
プロデューサー的な方がたくさんおられますので、そういう同窓生の協力も得て、この動きを加速させていきたいと考えております。最後になりますが、九州大学です。AI としましては、この教育研究、九州大学の研究教育を高度化、覚醒化を図るために、学術研究推進、あと産学官の連携推進、知財活用の3本柱で、今後事業を展開していきたいと考えておりますが、特に今後注力したいこととしましては、今まで業務ニーズに応じてやってきましたが、戦略業務を強化していきたいと思っております。例えば研究戦略とか知財連戦略を策定するグループを作りまして、その策定のもとに地内の承継、維持判断をしていったり、今かなりコンソーシアム型のプロジェクトが多くなっていますので、その中での地内の取り扱いもその方針の策定によって展開していきたいと思っています。それが一つでございます。もう一つは先ほど少し派遣費の獲得について順位を下げたというニュースを流しましたけれども、今後やっぱり研究の根幹は派遣費ですので、そこの派遣費業務をより強化していきたいと考えております。次ですが、あと、新しい共同研究、産学業界との連携を含めるために、GIG センターとの連携によってオープンイノベーションのプラットフォームを運営して実用化研究の推進に当たりたいと思っております。また、理系地区につきましては ARO 次世代医療センターとの緊密な連携のもとに理系地区の産学理系支援機能を強化してまいりたいと思っております。また先ほど旧大 PLO と本学とのより緊密な地代活用に関する連携をですね強めまして、地代活用体制の整備強化につなげていきたいと思っています。最後になりますが、QLED とあと、AI との連動によりまして、企業関連教育と新聞の連動によって、大学ベンチャーを力強くたくさん推進させたいと思います。私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございます。